こんにちは。こんにちは。で今ご覧いただいたのがうちの庭なんですけれども、だいたい大きさとしては 3.5×9 メーターぐらいなんですね。で実家なのでもともと大きい木が何本か生えてるんですけれども、その下にちょっと花壇みたいなものを作ってましたね。ちょうどうちコロナの関係で時間ができたので、今年の春から、私の、ガーデニング改革が始まった頃の写真です。ガーデニング始めてね、今まで種とかまいたことがあんまりなかった気がして、苗買ってきて植えるっていうのは やってたけど、その種のその発芽した時の感動って一番なんか今回得た嬉しいことだったかなってちょっと思うんだけど。すごいわかる。なんかね、あんなゴミみたいなもので、なんか最初ね、なんか手にくっついちゃって、でこう、ってこういうふうになんかこう落とそうとして、その落とした場所に当たり前だけど、その通りに生えてくるのね。それ自体も感動だった。なんかちっちゃいものの中になんか命の元が詰まってて、それがすごい結構大きいトマトの木じゃないけどトマトになったりとか、大豆の一粒が大きい植物になるのって感動するよね。そうね。海ちゃんってガーデニングを始めてたきっかけって何なの？急に燃え始めたそのきっかけ。今回のその燃えてるのは、やっぱりコロナで、自分の食べ物自分の手でちょっとでも育てられるのが大事だなと思ったことなんだけれども、元はこの家に引っ越してきて、うちの夫の方が熱心だったのね。でトマトとか枝豆とかを育てて、その自分で育てた、うちで育ったトマトの美味しさにびっくりしたことっていうのも大きかった。すごいね。そっか。そう、私はね、数年前から懐石料理っていうのを習い始めたきっかけで、懐石料理って料理の下になんか葉蘭とか葉っぱ敷いたりとか、それからお刺身の横にちょっと添え物したりとか、しそとかね、なんかそういうのでお皿の中のバランスをとって美しく整えるっていうのがすごくいいなと思って、それを自分で調達したいから葉蘭とか南天とか山椒の葉っぱとか、なんかそういうの苗で買ってきてね、植え始めたのが初めなので、もちろんそういうようなものって豊洲に発注八百屋さんにお願いしてね、注文すればいつでも手に入るものなんだけど、ワンパックとか、使い切れない量みたいなので当たり前だけど買わなきゃいけないじゃない。でもそれが、育てていると好きなタイミングで、それからあと自分の好きなサイズを選べるっていうのが、葉蘭もね もちろん切って使えばいいんだけれども、ちっちゃい葉蘭が欲しい時もちょっとあったりするのね。でも豊洲だと当たり前だけど企画品っていうようなサイズがあるから立派なものしか来ないのでね、そういうところがすごくいいなと思って2年前2、3年前ぐらいからそういうようなものをじゃんじゃん植え始めたのが、きっかけといえばきっかけなんだけれども、でどういうふうに使うかっていうと、今画像を見ていただいてる感じで、今のは里芋の葉っぱなんだけれどもね、里芋の葉っぱもうちで育てない限りにはほとんど市場には出てこないようなものだし、それからあとこちらは枝豆のかさ上げにね、枝豆の葉っぱを使ってるところなんだけれども、枝豆も葉付きのものはもちろん売ってはいますけれども、そういうタイミングだったりとか場所を探さなきゃいけないこともあったりするので、こういうのやっぱり自分で育てた成果だなというふうにちょっと思います。でもちろん里芋もね、それから枝豆も美味しかった。うちで育てるものって大体美味しいよね、売ってるものより。でもね、私はね美味しくないものもちょっとあったな。
で、あるかもあるかも。レタスとかねちょっとなんか苦かったな。ふわふわなんだけどね。やっぱりなんか収穫のタイミングとかもあるのかもね。だからもうちょっと勉強しなきゃいけないんだけど。で今までねその苗を買ってきては適当な場所を掘って、植えてるっていうような感じだったんだけれども、そのさっきのね懐石に使う葉っぱだからその料理して使う時にちょっと葉っぱを切ってこようかなぐらいな感じで庭に出るけど、もうそれ以外は、夏とかもう蚊とかじゃんじゃんいるし、なんかあんまり庭って嬉しい場所ではなかった、けれども、特に夏はうちってそのリビングもダイニングも窓に面してるから庭に面してるからよく見えるし、毎日目にする始終目にする場所なんだけれども手入れをしてこなかったの。なんとなく出るのがめんどくさいっていうようなこともあって、ただこの企画ビューティフルリビングを始めて、家の中を整えるってやってたじゃない。で家の中もそれから、庭だって目にするもの同じだから綺麗な方がいいよね。そう、もちろんその波乱とかのそれ難点とか料理に使うようなものが取れる実質的な庭であってほしいとは思ったけど、毎日目にしてるわけだからやっぱり目にした時にどこにもそのなんか違和感がなくて、わあ綺麗、今日も綺麗とかなんか安心して見てられるようななんか場所にしたくなったっていうかね。でじゃんじゃん植えたから賑やかにはなったんだけれども、あんまりなんかこう何をどこに植えてとかいうことを考えずに無節操にやって、それからあとふみちゃんの影響でその、コンポスト始めたりとか、それからちょっと、レイズドベッドってほどではないんだけど花壇みたいなものを作ってそこをちょっとお野菜を植える場所っていうふうに決めたりとかしてきれいにしたらあれと一緒と思ったの。お家の中と一緒と思ったんだけど、一箇所きれいにするとその周りも可愛くしたくなるのね、やっぱりね。すごいわかる。だからあれがきっかけになったと思うんだけれども、パッとこうなんか家の中から見渡した時にその庭がちょっと無節操に植えた苗がこう一箇所密集してたりとか、一箇所なんかガラッとしてたりとか、なんかこうバランスが取れてないなっていうのがすごく前から気になってて、でそれを、この春からちょっと整え直したのでね、そのことについて今日はちょっとお話ししようと思ってるの。はい。はい。楽しみです。で、今日の、タイトルは美しい庭お庭作りのコツはテーマ決めと全体のバランスを取ることというふうにしました。はい。では本編ご覧ください。長年ケータリングの仕事をしていた私は今は見せるテーブルの作り方と題してテーブルのコーディネートを教えてます。で最近になってちょっと気がついたのはテーブルコーディネートのコツと、それから庭の整え方のコツって同じかなっていうふうに思ったんです。例えばクリスマスというテーマで、テーブルを作るとすると、ちょっと大きなテーマになってしまうので、赤、グリーン、白、銀が来て、それからキャンドルが来て、オーナメントが来てっていうような感じで漠然としたテーブルになりますけれども、例えば北欧風の、シックな、ホワイトクリスマスって言ったら、白いお皿とガラスを使ってっていうようなちょっと範囲が狭まりますよね。お庭のテーマも同じだと思うんですけれども、ハーブガーデンでもいいし、ローズガーデンでもいいし、それから常緑樹を集めた、ガーデンでもいいと思いますけれども、何かやっぱりテーマを決めるっていうことはお庭を整えることで必要なことだと思います。白いお花ばっかり集めた、ホワイトガーデンっていうのもちょっと素敵だなって憧れています。私の場合は、和洋関わらず、料理に使えるような、貝継だったりとか、それからすごい鳥の声
そうですね、料理に使える懐色だったりとか、それから食べられるものっていうようなことが、一つのテーマになっていて、それから、色としては、グリーンがメイン、そんな感じに決めてあります。全体のバランスを取ることも大事だと思います。スペース全体を、意識して、眺めた時に気になる場所が全然ないっていうような感じの、ところにしたいのですが、具体的に何をしたかというと、いくつかのブロックに分けて、その場所に合った使い方を考えるようにしました。からもう一つは水やりとか動線の確保ですね、ということで、石を並べてちょっと道みたいなのを作ってみました。もう一つはポイントとなるコーナーを作ったことです。ちょっとスケッチ書いてみたのでご覧ください。うちの場合はもともとは大きな常緑樹が4本モチの木と、それから金木犀が入ってるんですね。それから落葉樹はサルスベリなんですけれども、植わっていて、あとは目隠し目的に、柵の周りにツツジとかジサイとかフェイジュアとかが植わっている状態です。常緑樹を緑に塗ってみました。でまずは大きく5つのブロックに分けて場所に応じた使い方を考えながら整理することにしました。東側 A のとこですね。こちらはモチの木の、真下になるので日陰のコーナーです。こちら側はアジサイをメインに、あとは木の根元もものすごく張ってるので掘ったりとかできない硬い土なので、テーブルと椅子を置くスペースに、たまにバーベキューコンロみたいなのも置くことがあります。そうした場所として取っておくことにしました。から、B の西側は、金木犀の、生えてる下なんですけれども、大きくなってた金木犀の下葉を払って日が当たるようにして、ここで、野菜を育てることにしました。ただこちらも木の根元予想以上に硬くて掘ることは困難だったので、庭中に散乱していたレンガを掘り起こして、接着もせず積み上げて作ったんですけれども、レンガをきっちり並べられるように、並べながら花壇みたいなスペースを作りました。で、この間ふみちゃんが言ってたように枯れ枝とか葉っぱでかさ増しして、でその上に買ってきた土を入れて、途中で自家製のコンポストも入れて、その中で食べられるものを植えることにしました。それから、C ですね。手前はサルスベリの木の根元、春から秋は結構葉が生い茂るので、下には日陰で育つハランやツワブキを植えています。から真ん中は先ほどポイントとなるコーナーを作ると言いましたけれども、バードバスト大きめの鉢、そうですね、今鉢の中はちょっと寂しい感じですけれども、春から秋にかけてはギボウシが生えています。グリーンばっかりじゃなくて、こういった、石的なもの違った素材のものを置いてポイントとなる場所を作ったのが良かったんじゃないかなと思うんですけれども、何でもいいと思います。ベンチを置くとか、大きな鉢とかシンボルツリーを植えるとか、高さのあるオブジェを置くとかでもいいと思うんですけれども、少しスペースのあるお庭はこういったアクセントになるものをいくつか置くことで、お庭が作りやすくなるように思います。から奥はブルーベリーや、ビワ量とか南天とか外の道路からの目隠しの意味もあって、少し高さのある木を植えています。大まかにこうして5箇所のブロックを作り、動線を確保するための石で道を作りました。これでだいぶ庭に流れというか動きが出てきます。作り込みすぎず自然な雰囲気を残した庭っていうのが、目指すところなんですけれども、そのベースが作れたような気がします。テーブルコーディネートも同じなんですけれども、そのテーマを決めたらそれに合う、理念だったりとかお皿を選んでいくわけですね。でそれぞれが可愛いのもちろんなんですけれども、全体として違和感なく適当ないい場所に、効果的に物を置いていくっていうことが一番大事なんですけれ
も、庭も本当に同じことだなってちょっと思いました。最終的にそのテーブルが出来上がったって自分で思ったところで、数歩下がってちょっと遠い場所からテーブル全体を眺めて、最終チェックをするんですけれども、庭も同じで最終チェックが必要です。庭全体を大きく見渡して、チェックしていくんですけれども、例えば石を並べて作った道、それぞれの石の角度をちょっと変えてみたりとか、それから目につくところにはプラスチックの鉢を置かない、それから、石の鉢なんだけれどもちょっと色味が青がかったりするようなものはちょっと黒っぽく塗装したりとかしました。それから細かい話なんですけれども、先ほどの作った花壇もレンガなんですけれども、あんまり新しいレンガ色っていうのはここの庭にはちょっと合わないなと思ったので、わざと、ちょっと汚れた苔が生えたような感じの古っぽいレンガを目に入るような部分にまとめて使ってみました。美しい庭作りのコツっていうのは庭作りを始める前に知っておいた方が良かったなっていうようなことではあるんですけれども、ただ私の経験から言うと植物ってすごく強いから、ちょっとここじゃないなと思った時に移動が結構可能なんだなっていうことを今回知りました。一回植えちゃったらもうちょっと手直しできないっていうようなことではなくって、植物にとってはねちょっとストレスではあるとは思うんですけれども、満足するまで2度3度と植え替えられた、苗もあるので、植え替えた直後はちょっと元気なくなったりしますけれども、種類にもよると思うんですけど、大抵の場合は少ししてからやっぱり根を張ってくれて元気によみがえる植物が多いんだなっていうことを思いました。素人目から見たらちょっと無理かなって思うようなもう5年以上植えてから経って、大きさ的にも2メーターぐらいのビワの木もプロの目からすれば移動は可能ということなので、お庭の整理整頓っていうのは、ある程度の期間は可能なんだなっていうふうに思っています。それから逆にちょっとお値段がしたような、うちだったら、夏椿っていうちょっと綺麗なお花が咲く、苗を買ったんですけれども、これは私にしてはちょっとお値段が高いものだったので、こういうようなものに関してはなるべくその植え替えをせずにきっちり育てたいというふうに思ったので、しばらくはここどうかなと思ったところに買ってきた鉢のまんましばらく様子を見て移動させながら一番バランスのいい場所、それから植物が喜びそうな場所を選んで、最後に地植えするっていうようなこともしました。これから植物の成長につれて、お庭の感じもちょっと変わってくると思いますし、だんだんに賑やかになってくるのは楽しみではあるんですけれども、また別の機会にね、この庭がどういうふうに変わっていったかっていうようなことをリポートしたいと思っています。実はねもうちょっと野菜を育てる場所も欲しいなと思っていて、この建物の西側なんですけどもコンクリート部分があって、そこの部分をちょっと活用して、プラスチックの鉢でないものを使って、かっこいいガーデンを作ってみようというふうに、考え
できたら春頃にYouTube でまた、ご案内させていただけたらいいなと、考えております。今日はご視聴ありがとうございました。次回は、プラスチックを減らすというタイトルで約2週間後の配